Olá pessoal, eu sou a Fuji. Aqui no canal compartilho toda semana aos sábados pouco da minha vida real no Brasil depois de vir do Japão. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso me motiva a continuar. ブラジルライフ。さて、私事ですが、今月誕生日を迎えました。ブラジルで迎えるのはこれで2回目の誕生日です。ちなみにこのケーキはソジエドセスというブラジル全国におよそ400店舗を展開する有名なケーキチェーンです。私は去年の誕生日に初めて食べてからすっかりハマってしまい、クリスマスやバレンタインなど何かの記念日には毎回欠かさず食べています。日本の感覚とは一味違うスコップで食べたくなるようなクリームふんだんの豪快なケーキは一度食べたら癖になる美味しさです。普段は甘いものを控えめにしていますが、年に数回だけはこのケーキなら罪悪感なしで楽しんでいい日と決めています。去年は夫にシュラスコの食べ放題レストランに連れて行ってもらったのですが、今日はなんと日本の焼肉食べ放題レストランへ。日本では焼肉って特別な日のごちそう。家族の誕生日とか受験に合格した時とか、ちょっとした贅沢したい時に選ばれる外食の定番。そんな焼肉をここクリチバで楽しめるのが大将というお店。実はこのお店、以前ショッピングモールを歩いていた時に偶然見つけた、どうやら日本人経営らしい焼肉屋さん。クリチバ発祥でここでしか味わえないらしく、まさにレア焼肉。見つけた時はこんなところにオアシスっていう感覚でした。テーブルに設置された鉄板を見た瞬間、日本の焼肉を思い出して絶対近いうちに来ようと思っていました。普段はレストランで待つことはあんまりないんですが、ここは大盛況で順番待ちの列ができていました。場所はショッピングクリチバというモール内のレストラン街。イタリアンやハンバーガー、ステーキなど他にも気になるお店がたくさん並んでいます。ちなみにこの隣にあるアウトバックというステーキ屋さん、ブラジルで本当によく見かけるんですが、アメリカ発祥のお店で日本にも展開しているそうですね。そしてこんなセルフサービス式のビールサーバーを見たのは初めてでした。新鮮でちょっと面白かったです。10分ほど待って案内されたのは懐かしさを感じる焼肉用のテーブル。大きなダクトが頭上にあって頼もしいんですが、対面で座ると相手の顔が見えなくなってしまうので、初デートや友達とゆっくり話したい時にはちょっと不向きかもしれません。このお店はどうやらお肉も料理も全てビュッフェ形式で自分で取りに行くスタイル。これは私のブラジルのお気に入りポイントの一つですが、こういう食べ放題のレストランには日本のような時間制限がありません。なので焦らずにゆっくり食べれるのがかなり嬉しいポイントです。早速お肉からチェックです。カルビやタン、イチボなどの牛肉はもちろん、チキンやベーコン巻きまで種類が豊富。しかも普段はなかなか手が出せないエビやカキなどのシーフードもあって大満足。バーベキュー用のチーズやハンバーグまであるのはブラジルらしいなと思いました。久しぶりに自分で焼いて食べる日本式の焼肉。各テーブルに設置された強力なダクトのおかげで全然煙たくならず、匂いも服につきにくいのが嬉しいところです。日本では焼き加減はミディアムレアぐらいが好みですが、ブラジルのお肉事情はよくわからないので、とりあえずしっかりめに焼いて食べました。ブラジルのシュラスコはシンプルに塩と胡椒で味わうのが主流ですが、日本の焼肉といえばやっぱりタレ。3種類用意されていて、これは本当にありがたかったです。いざ実食。お肉は全体的に少し歯ごたえがあり、噛みしめる感じ。やっぱり霜降りのような脂が乗った肉は日本ならではなのかもしれませんね。ブラジルのお肉はやはり薄切りっていうより塊
塊で焼くシュラスコの方が美味しさを発揮するのかなとも思いました。今回一番美味しかったのは牛タン。日本では焼肉では大人気ですが、ブラジルのお肉屋さんではタンってまだ見かけたことがありません。その代わり鶏のハツはどこに行っても見かける人気メニューのようです。そして私にとって一番嬉しかったのは、お肉以上に日本のお米とお味噌汁、そして色とりどりのお惣菜。お味噌汁はしっかり出汁が効いていて、心からほっとする味でした。ちなみに夫はここの餃子を今まで食べた中で一番美味しいと絶賛。正直お肉なしでもご飯とお味噌汁とおかずだけで毎週通いたいぐらいです。ご飯にナムルを乗せて即席ビビンバにして食べたのが最高でした。私は普段自分が日本人とか夫がブラジル人とかあまり意識しないんですが、こういう日本のレストランでもサウガジーニャを取ってくる夫を見ると、私はブラジル人の人と結婚してたんだなと改めて気づかされる瞬間です。さらにお寿司コーナーもありました。いちごとチョコの組み合わせももはや驚かなくなりました。いちご大福だと思って食べれば食べられる気がしますね。お寿司はやっぱりサーモンが中心で、巻き方がいろいろアレンジされている感じです。お肉の雰囲気は日本でいうやる気や牛角に近い印象。値段は正直高めですが、たまに日本の雰囲気を味わうにはいいのかなと思います。やっぱり日本食材は輸入コストがかかるのか、どこの日本食レストランも価格は高めな気がします。でも最近よく思うのは、異国に住むならやっぱりその国の食べ物を楽しむのが一番だなということ。日本食は今度帰国した時に3年分ぐらい食いだめしてこようと思います。それにしても食べ放題って若い頃はすごく魅力的に感じたのに、最近は全く元を取れてない気がします。この日もそこまでたくさん食べたわけではないのに、夫婦揃って体調を崩すほどお腹いっぱいになってしまいました。食べたいっていう気持ちに体がついていかないという感覚。一つ年を重ねて改めて体の変化を実感しました。昔お母さんがよく言ってたんですが、本当に美味しいものをちょこっと食べるのが一番なんだよねって。その頃はあまりピンときてなかったけど、今ではその言葉の意味がよくわかります。30代後半になると、大人たちが昔言っていた言葉が腑に落ちる瞬間が増えてきている気がします。こうして少しずつ自分も大人になっていくんだなと感じた、そんな誕生日でした。ブラジルライフ。ちなみに今年の夫からの誕生日プレゼントはパソコンのマウス。誕生日にマウスっていう感じですが、実はこれが今の私にとって一番必要だったもの。今まで使っていたマウスがおもちゃみたいなマウスで、線がいつも引っかかって地味にストレスだったんですが、Bluetooth のワイヤレスになって劇的に使いやすくなりました。正直マウスとか今まで全然こだわりがなかったんですが、ここまで快適さが変わるのかと驚きです。しかも今時のマウスはスクロール時のタッチ感とか各ボタンの機能を自分好みにカスタマイズできるみたいで、新しい世界です。私のことを毎日見ているからこそわかる夫からの最高のプレゼントでした。YouTube を始めた時は全く機材のこととか撮影知識も何もない素人だったんですが、何本かビデオを作っていくと、ここもっとこうしたらいいなとかいろいろ出てくるもので、少しずつカメラの機材も揃えていって、もっといい動画が作っていけたらいいなと思っています。ブラジルライフ。それでは今日はこの辺で。動画楽しんでいただけたらいいねとチャンネル登録で引き続きお楽しみいただけたら嬉しいです。ちなみに今週はまた栗千葉で日本のお祭りが開催されるようで楽しみです。皆さんも素敵な1週間をお過ごしください。Muito obrigada por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!